グリさはい。ん、この2つの G ジャン、同じものだと思います？全く一緒ですね。どう見ても。そう見た目はねそっくりほぼ同じなんですけど、はい。深掘りしてみたら全然違うんです。深掘りってまさかまたバラしたんですか？前に501の66ビッグ E ってやつをね深掘りした時に、掘ってみたことで解体したことで分かることって、それでしか分からないことって、こう意外と多くは見つからないんだなって思ってたんですけど、はい。いやトップスやらずにして語れないでしょというところで、はい。こいつを掘ってみたら、はい。ほどいてみないとわからないことをたくさん見つけて、もう誰も知らない秘密を知ってしまったかのようなそんな高揚感にね包まれたんですよ。またそれ大げさじゃないですか？そんなに違うんです？違うんです。はい。フラップの構造とか、うん。襟の付け方とか、襟の補強の仕方とか、うん。仮止めの方法、うん。見た目はねこうほぼ同じなのに、うん。作り方が途中で切り替わってるんですよ。しかも、うん。その期間たったの5年間なんです。5年間。そんな短期間で？そうなんです、はい。今日はねその5年間を徹底的に掘り下げていきたいなと思ってます。はい。着て楽しむこと以外にね、その掘ってみる、研究してみる、学んでみるみたいな着て楽しむ以外の服との触れ合い方の一つをね、はいこう。感じてもらえたら嬉しいなと思います。了解です。今日はどこまで掘り下げるんですか？もちろんはい。内側なんならそのうん。ほどいた中まで見ていきたいなと、もう沼の匂いしかしませんね。で、この2着、はい、どう違うんですか？なんか一緒ですけどね。一緒に見えますか？はい、素人目には。それがね、罠なんです。はい。これどっちも、リーバイスのうん557って呼ばれるモデルなんですけど、はい。こっちが前期型で、はい。こっちが後期型になってます。出た。前期と後期。はい、ビッグ E の時と一緒ですね。そうなんです。はい、前期後期。この間なんとはい。2、3年で切り替わっていきます。この前期と後期の間がはい、2、3年で。はい、もちろんねグラデーションなんで、えその2年です3年ですと言えるものではないことはね、承知いただいてると思うんですが、はい。大体そんな感じかなって認識してもらえたら大丈夫です。そう実はね、サードさっき5年間って言ったと思うんですけど、はいはい。その前の、ファーストセカンドっていうこの子に至るまでの歴史があるわけじゃないですか。はいはい。でファーストは、うん。どこから数えるかっていうのは人にもよるんですけど、僕的には15年間、はい。セカンドは9年間も作られてるんですよ。なんか短くなってきてますね。そうなんです。1968年に、リーバイスがこう一気にちょっと語弊もあるんですけど大量生産のラインをね、こう確立したというふうに思ってます。オレンジタブも出てくるし、効率化されたこうライン組というか、製法がね、変わったと言いますか。でサードはねその直前のそこがこう切り替わりましたよっていう直前の助走期間なんですよ。はい。なるほど。じゃあ、次の時代に向けて試行錯誤をしていた時期っていうことですね。その通りなんです。と言ってもね常に試行錯誤して進化してるイメージだから、この期間だけ特別ってことじゃないんだけど、量産としての完成間近ってのは大きな意味があるよね。サードって名前なのに、中身がね全然変わってくるっていう、そういうものなんですよ。はいはい。面白いですね。で具体的にどこが違ってくるんですか？まず一番分かりやすいのが、このパーツです。フラップ。はい。グリさんこの胸のフラップ、何枚の布でできてると思います？1枚と思いきや僕横から見てるの分かるんですよ。これ2枚ですね。そうですよね。その通り。これ表と裏で2枚でできてるんですよ。こいつね。ところがですよ。ところがこいつこれ前期型ね。ところがこの後期型になると1枚なんですよ。1枚の布を2つにペタッと折って作られている。見た目は2枚構造なんですけど、1枚なんですよ。なるほどね。これ同じ形だから、1枚の布でつなげて切った方がそれは効率的ですよね。っていうかなんで昔は2枚だったんです？理由はね、いくつか考えられるんですけど、実はこの2枚って言っても、この裏側薄い生地が使われてて、その表と裏が別の生地なんですよ。なるほどね。でもこう1枚で取ると絶対表と裏同じ生地になるじゃないですか。そうですね。なので厚みの軽減っていうのがねこう、一番大きいんじゃないかなと僕は考えて
ます。はい、でこのフラップのこの上側のここって切り替え線にこうくっついてるじゃないですか。わかります？はいはい、なんか入り込んでる。そうですそうです、この切り替え線にこう入り込んでる、巻き縫いって言うんですけど、この切り替え線の巻き縫いっていう縫製仕様にこう入れ込まれてるんで、こうほどかない限りこの端って確認できないんですよ。つまりこう前期型は見れば別の布なんで、2枚構造ねでわかる。でも後期型は表裏同じ生地っていうことは見てわかるが、1枚をペタッと折っているのか、2枚をこう縫い合わせてひっくり返しているのっていうのは、ここのままでは見えないんですよ。見えないですね。いやでも縫製の話はむずいですよね。なんかこんな風にこう中見ないと、この普通上じゃ見えないのに開けたらこうなってたみたいな仕様を見つけたら、はーってこう一人でなるんですよ。めっちゃ興奮してますね。いや好きですね、さすが。でも効率化っていうことですよね。そう正解です。効率化のために1枚になっているということですよね。でファーストからセカンドまでずっと2枚合わせ、なんならファーストからセカンド、サードの前期型までずっと2枚で合わせてきたわけですよ。それがサードの途中で1枚をこうペタッと折る形に変わったと。つまりこれは伝統と効率の境界線なんだって思うんです。なるほどね。古い作り方を捨てて新しい作り方に変えた瞬間が垣間見られる、そういうことですね。そうなんです。そうでもね、これも面白いなって思ってるんですけど、もっと面白いのが、の中にここにあるんです。確かにここは表からは見えない。ここにね、内側のこのポケットの部分に隠しの缶抜き止めが入ってるんですよ。隠しの缶抜き止め、初耳ですね。隠しレベルマックスじゃないですかこれ。じゃあなんで缶抜き止めがここにあるんですか？いや思いますよね。なんでこんなとこに隠すのと。で僕が面白いと思ってるのは、さっき言った 501WX の隠しリベットっていうのは、僕はリーバイスのこだわりというか、縫製の都合上効率がいいよねっていう隠しではなくて、俺たちはリベット大事なんだと。リベットパンツって言ってましたもんね。っていうそのアイデンティティを守る行為だと思ってるんですけど、これに関しては効率です。フラップの仮止めを行っていると。でフラップの仮止めをここで行うことによってフラップがね動かないみたいなことがねこう起きると。縫う時邪魔にというかフラフラしないようにできるんですよね。なるほど。でも縫うのむずそうですね。前期は仮止めしてたんです？そうなんです。いいこと聞きますね。前期も当然こいつね、下側の前期型も仮止めあるんですけど、前期型は仮止め本縫いっていう普通のミシンで行われてるんですよ。途中で缶抜き止めに変わったっていうことです？そう途中で変わってるんですよ。同じ品番、同じモデルの途中で変わってる。サードでも前期と後期で違う。そうなんです。もうね、本当によくぞ変更してくれましたって僕はね感じてるんですよ。もう当時缶抜き止めの方が効率よくねって気づいた当時の人にね、もう本当に感謝。でも効率って言ってましたよね。缶抜き止めって別のミシンでやるんじゃないです？そう特殊なそれ専用のミシンがあってそこでやるんですよ。でも普通に本縫いで縫ってるんだったらそのままそのミシンでそのままこういった方が良かったんじゃないですか？なるほど。前期型の方が効率タイプなんじゃねえのか。そうだってこうよいしょって移動してこう缶抜き止めをこうガーガーってやるってなんかタイムロスな印象がありますけどね。なるほど。めっちゃわかる。僕も最初そう思ったんですよ実は。これ効率間にわざわざ挟むってことは効率悪くなってる。いやいやそんなことするはずないのにやるってことは内側の見た目まで気にしたリーバイスやべえって最初思ったんですけど、よく観察したらいや違うと。このポケットには違うんだ。このねここにはポケット口、フラップではなくこのポケット口の補強のための缶抜き止めが入ってるんですよ。これですか？そうこれ途中で打ってる全部のパーツが完成してジージャンができましたで最後にガチャガチャガチャンって缶抜き止めやってるんじゃなくて、縫ってる途中の工程で缶抜き止めを挟んでるんですよ。で、ここやったついでにフラップもガチャンってやっちゃえばいいやんっていうそういう流れなんだと僕は信じてます。
この缶抜き止め裏の幅、隠しとこう表の幅が一緒なんですよ。一緒。なんか調節できるんですね。そうなんです。調節できる。でわざわざこの幅にする理由もない。まあ設定が一緒だったんだからどのタイミングでやったかによって違うじゃんって言われたらね、まあいろんな要因はあるんだが、その方がね僕はしっくりくるのと。あとは、この個体ちょっと下がった位置に缶抜き止め入っちゃってるんで、その切り替え線からこう下がってると、これ何とも言えない部分はあるんですけど、これものによっては上にこう突き突きというかキワキワに入ってるやつとかあって、これキワキワなんてミシの都合上打てないんで、出来上がってから打つには。ってことは先にやらなきゃ無理でしょと。そういうことですね。そういうのをいろいろ見てきて、これはリーバイスが内側の見た目を気にしたんじゃなくて効率を求めた結果、そうなってるんだと。なるほど、いやもう細かく言ったらね、いやだってこうでしょこうでしょってもっと言えるんですけど、めっちゃ長くなっちゃうんで次行きましょうか。いやマニアックですね。そうなんです。でもリーバイス以外のワークブランド、他になんかリーとかあるじゃないですか。ありますね。比較してみたりしてたんです。まあ全部見ましたよとはねさすがにこう言えないんですけど、僕が見てきた中ではまあそもそもこうフラップがここのね切り替え線にこう挟み込まれてるっていうものは、そうじゃなきゃまあ仮止めというものが成立しないんで、それでいくと、まあ、リーの 101J とかはしっかり仮止めが、仮縫い仮止めがされてましたね。本縫いでした。本縫いで。でこういうその偶然か必然か、さっき言ったじゃないですか、こう内側、リーバイスが内側の見た目気にしたのかもって思ったみたいな最初は。っていう、まあその分からない、どっちが真実か分からないが、偶然か必然か分からないが、結果としてそうなってることとか、その見た目がね、内側にこれ隠してんじゃんみたいなワクワクをこう発見させてくれる、結果そうなってることがリーバイス王様たるゆえんなんじゃないかなと、僕の中ではね、なってるわけなんですよ。なるほどですね。見えない部分にこだわるっていう職人気質みたいなものがリーバイスにはものづくりにはなんかあるっていうことですね。その通り。僕の好きなジブリ、隣のトトロとか魔女宅も作画の背景とかもう隅から隅まで書き込むんですよ。宮崎駿曰く観客は見えないかもしれないけど、そこにこう世界があるってことが大事なんだよっていうの、そういうのと一緒じゃないです。まあそうね、実際のところこいつらは結果世界観になってるが、実際は効率の結果だったりすることが多いんで、まあ絶対バッチリ一緒とはなかなか言い難いが、後から話す分にはちょっと共通して見えるけどっていうところですよね。結果見えない部分にもこだわっているっていう点では一緒かもしれないなと思いますね。そんなね変化の瞬間みたいなものをこう感じられるのが、このサード型の面白さなんですよ。これがね僕のエモいなって思うポイントその1でございました。次はねもっと大きな変化の話です。グリさんこいつ、袖と身ごろがつながってるこの部分を、アームホールって呼んだりするんですけど、この部分よかったら中身を見てもらえますか。中身をね。中身を。なんかねギザギザしてでも普通に縫ってる感じとしか言いようがない。普通に縫ってる、そうですよね。普通じゃ普通なんですけど、これロック始末っていう方法で縫い付けてあるんですよ。ロック始末？ロックなんかほつれないようにする。そうまさにねこうほつれないように、立ち端をミシンでかかってっていう仕様なんですけど、でもこのファースト型セカンド型は全部巻き縫いで、さっき言った巻き縫いで来てます。巻き縫いについて簡単にこう説明させてもらうと、こういう感じでこう上側と下側で噛み合わせる、こう巻き込んで縫っていくっていう、この構造が巻き縫いなんですよ。でこれ巻き込んでるんで、当然立ち端見えないんでほつれないし、これ実は1回で縫えるんで効率もいいっていう、なるほど。すごくね優れてナイスっていう仕様なんですけど、ただカーブがきついとすっごく縫いづらいんですよ。なんとなく想像はできますね。縫いづらそうっていうのが、重なるから重なる、カーブしてるものを折るってことは、折った端っこと折り込んだ内側、こうカーブしてるものをこう折るんで、端っこの距離と中の距離の長さが変わるんで、すごくやりづらい。折り紙とかカーブ折れないじゃないですか。確かに。それを無理やり服で、布だから無理やりやれるけどっていう状態なんで、すごいやっぱりね難しいんですよ。でもなんとなく縫いづらそうっていうのはなんか分かったんですけど、違うってことは前期型は巻き縫いです。さっき一瞬ね触れちゃったんですけど、前期型も巻き縫いでした。でもこれロックで巻き縫い、同じサードで仕様がもう変わってるってことですね。
そうなんですよ。これがね、僕としてはめちゃめちゃ感慨深いんです。確かに大きそう、それは。でしょ？ファーストからセカンド、セカンドからサードまで、かたくなに、今アームホールについて喋ってますけど、かたくなに、他の箇所でもロック使われてないんで、一切ロックミシンという工程を挟まずにサードの前期型まで構成してきてるんですよ。そのファーストとかセカンドっていうのはロックミシンを使ってない、そうなんです。それはだいぶ大きいですよ。でしょ？すごい変化、それなのに後期型でロックに変わってるんですよ。なんでだと思います？それはロックミシンがこう技術革新で、なんかいい感じになったんじゃないです？いい感じになったなるほどね。いやでもね、よく考えてください。前回ちょっと501の時触れたかな。501ね、ロック存在してるんですよ。もっと古いやつも。ロック自体は昔からある。そうだからロックというもの自体が特別新しく登場したということでは最新技術じゃないんですね。ないと。なるほど。ただね、当然ロックミシンも進化していきますから、その理由が絶対にありませんよと100で生きることは僕にもできない。もしかしたらね、ロックミシンの進化もあったかもしれないんですが、僕はもう一つ理由があると思っています。それはね、形、シルエットの変化。シルエットね。サード型って、ファーストほどやぼったくなくて、セカンドほど、キュッとしたタイトでもない。いわばバランス型のシルエットと言ってもね、過言ではないんじゃないかなと。いい感じに聞こえますね。でもね、そのシルエットを実現するためには、アームホールのカーブがきつくなる。直線的だったものが R になっていくと。で、ここを変更するには、縫い代が変わるんで、縫い代が変わるってことは、外形の大きさが変わるんで、型紙を変更しないといけないんですよ。だから基本的には常にこう変化していくようなヴィンテージの世界なんで、縫い代がちょっと違うとか、その変化していくことはあるじゃないですか。縫いちょっと違うよね。でも型紙からこれおそらく変えてるぞっていうのが、いや僕にとってはね、ポジションパターンなんてポジショントークも若干あるかもしれないんですけど、すごくね、こう特別だって言いたくなっちゃうポイントなんですよね。つまりカーブがきつくなって縫いにくくなったっていうことですね。その通りです。見方を変えればですよ。つまり、縫製のこう、効率化、縫製仕様よりもシルエットの方を優先した出来事だということもね、できると思うんですよ。機能美よりも見た目を重視したということですね。それって結構大きな変化なんですよ。だってファーストは完全にワークウェア、セカンドはファッションの要素が入り始めて、でサードでその流れが加速してる。確かに。でもなんで急にファッションをね意識したんでしょうね、リーバイスは。本当ですよね。ちなみに僕がファッションに意識したのは自分の話。高2の春です。高2の春ね。イカさん、あなたに出会った時期ですよ。ジョーダン3のモカにコアファイターのパンツ、スワッガーのスウェットにバケットハット。いやめちゃめちゃストリートだったですよね。やば。アメカジじゃない。全然アメカジじゃない。やば。いや自分ではそんな格好してたか覚えてないけど、懐かしすぎるでしょ。当時のそのストリートよりの全盛期でしたね。その時にね、こう一生懸命夢中で服買ってたもの、なんか唯一残ってるものに、未だに持ってる。何年？20年前もっとかっていうぐらい前に買ったものが唯一1個残ってて、M65 ジャケット。それね、いろいろこう勉強して中の話とか面白いなって思うようになって、あれそういやあの時夢中で買ってたあれどうなんだろうと思ってなんか覗いてみたことがあるんですけど、いやそれはちょっとやめた方がいいんじゃないですか。やめた方がいい。ストリートブランドですよね。そうです。やめた方がいい。予想通り。でね、内側までこだわって徹底して作ってるなっていうものではなかった。目的がね。目的が違うし、じゃあこの当時のものだって、そこまでの意識をどこまで持っていたのかっていうのは当時の人にしかわからないし、その僕が、これこだわってないのかもって思ったものも、そういう選択をしたのかもしれない。って考えるとね、それがいい悪いって話ではないんですけど、でもこう発信していきたいと思うようになった。こういうのなんか面白くねみたいな話したいなって思った一つのきっかけにはなったかなって思ってます。じゃあ話戻します。こっからがね、僕的には面白い仮説なんですけど。面白いところ。グリさん、リーの 101J って知ってます？さっきもちょっと喋りました。中身は知らないですけど、こう側なんとなくイメージできます。写真で見て 101J っていうのは分かります。でもリーバイスじゃなくてリーの話ですか？そう、リーの話。ちょっと脱線するようですけど、リーの話。これね、実は1960年代にそのリーの 101J めちゃくちゃ売れてたと言われてるんですよ。そうなんですね。そうなんです。1935年に登場したと言われてるジャケットなんですけど、結構古い。
はい、でスリムなカットで、革新的だったと、その当時はね、はい、ポール・ニューマンとかカーク・ダグラスとか、映画スターが着用して人気になった、で市場ではその当時ね1960年代は、リーがリーバイスをリードしてたというふうに言われてます。やっぱり映画のスターとか来たらやっぱ大売れするんですね。いやすごいですよね、でリーバイスはそれに対抗するためにサードを作った。で一説ではね、そうなんですよ。これは僕も聞いたりとかして、あなるほどって思った部分もある仮説ではあるんですけど、セカンド型はスリムなサイズで結構キュッとなって癖があるというか、万人が着やすいような服ではなかったと僕はね思ってて、でも 101J はファッショナブルとスリム、そんななんかねバランスが良かったんじゃないか、若干腕太かったりするんですけど、だからリーバイスは1962年にサード型を出して、ある程度スリムなカット、セカンドよりは着やすいバランスをとって、大きなアームホール、101に近づけるような形で、前のデザインもこの切り替え線101を彷彿とするようなデザイン、リーをねこう意識したバランスに変えていったんじゃないかなというふうにね、そんな要素もあったりなかったりするんじゃないのって思ってます。いや確かにね、それ聞いたら 101J とほぼ一緒ですよ。ほぼ一緒はちょっと言い過ぎセカンドからサードのこのモデルチェンジに比べたら、いやだいぶそれリーに寄せてんなって、もうその話聞いたら、もうリーバイス、だいぶライバルに当てに行きましたね。そうね、そういうふうに捉えることもできるし、面白いなって、僕がそれをね、なぜ面白い仮説だというのかっていうと、ビジネス的なさっきの売れてる売れてないみたいな側面も大事ですからね。そうもちろん面白いんですけど、そういうそのライバルに寄せていくというか、そういうサンプリングするに近い文化って今のアパレルにも若干通ずるところってあると思ってて、なるほど、その過去のねこういう名作から自分たちなりにアレンジをするってあったりとか、市場に合わせてデザインをしていくっていうこと、それはすなわち競合ライバルに寄せていくってことだったりすると、側面としてはね、これがそうだったかもしれないように、そういう側面もあるっていうことを考えると、やっぱり地続きでねつながっているような感覚がさらにしてっていうことも含めて、面白い仮説だよなって思ってるんですよね。確かにね、そう聞いてたら歴史は繰り返す的な、そういうことですね。だからなぜその法制なのかってことを考えると、効率化みたいな、もちろん当時のそういう背景あったと思うが、それだけじゃなくって、市場競争、ビジネスの事情とか、いろんなものが見えてくる。これがエモいなって思うポイントその2です。クリさんここまでね、フラップがこう2枚から1枚になったよとか、仮止めの方法が変わったよとか、アームホールの縫い仕様にロック登場したよとか言ってきたと思うんですけど、前期型後期型へのね、変化みたいなものを見てきました。クリさんこれ全部共通していることがあるんですけど、何だと思いますか？効率化ですね。正解ではあるさっきからね効率化の世界だという話をしてますからね、正解、ここがポイント。サードっていうモデルは5年しか作られてない、さっき言いましたよね。短い。その5年間でこんなにも仕様が変更されてる、つまり15年間の間に徐々に変化していったファーストと違って、サードタイプっていうのは完成形じゃなくって助走なんですよ。助走。1968年の大量生産のライン確立に向けて試行錯誤しながら生産をしている状態、それがサードタイプ557なんです。なるほどね。ワークウェアからファッションの要素が起きてたっていうのも重要なポイントな気がしますね。それは確かにそうかも。ファーストはねワークウェアとしての完成形、セカンドでファッションが入り始めた。でその流れは加速して過渡期だから、前期型、557の前期型はまだセカンド型の面影が残ってて、後期型はフォース、その次のね、フォーサード型の次完成が見える、そんな感じなんですよね。面白いですね。この前のでもビッグイート、まさに共通する感じで、その通り、ワークの名残とこうファッションの予兆っていうのがサードに共存してるっていうことですね。このグラデーションこそが過渡期の醍醐味、僕の大好きな過渡期です。過渡期、一概にね、サード型って言っても、大げさに言えば作られた年によって違うG ジャンだと、前期後期ね、作られた時代によって違う G ジャンなんですよ。そう言っちゃうと。いやでもね、うがった見方をしたら、当時の人は個体差が違うじゃないですか。ちょっとお前のそれロックで俺巻き、これ適当な企画だなとか、当時の人思ってたと思いますけどね。買った人って買った人、いやそんなとこまで見てるわけないじゃないですか。
実際だって自分の服、この中見て、あ、これこうだ、お前のこれこうじゃんってやらないでしょ。まあそりゃそうですよね。だからそれにこう適当だったわけじゃなくて、そういうこう変化のこう揺らぎみたいなことこそが過渡期の証拠じゃないですか。僕らはただのじいじゃん、それを見てるんじゃなくて、時代の移り変わりそのものを見てるんですよ。でもさっきはユーザー目線でしたけど、当時の工場の現場のぬいこさん、企画がコロコロ変わってもうめっちゃ大変、もうやってられないよってなってますよね多分。いやでもその変更っていうのはよ、さっき自分で言ったじゃないですか、効率だと、すなわちその変更っていうのは現場的にはやりやすくなることだから、喜ばれた可能性だってあるじゃんと僕は思いますけどね。なるほど。まあもちろんパターンの修正、根本の修正がないものに関しては、その現場の判断みたいなところだから、ステッチの走り方とか、そのみんながこれもいやこうだっていうそういうポイントっていうのは現場判断だった可能性すらあってもおかしくないことなんで。なるほど、上の指示ではなくてね。それにこう何を変えて何を残すかを真剣に考えてた証拠じゃないですか、その変化っていうのは。フラップは2枚から1枚にしてこうアイロンで折る仕様に変更して、裾のタブ、折り込みはラッパで効率的に、アームホールは効率よりもロック、シルエットを重視したと。襟付け止まりは缶抜き止めが入れられてる、その一つ一つの選択が見えるんですよ。なるほどね。もうケチつけられないですね。ちょっとすごいですね。そうでしょう。こう全部変えるんじゃなくて、生産性と品質のバランスを見ながら変化していったことですよね。このバランスこそがヴィンテージサードタイプの魅力なんですよ。こんな風に今まで話してきたこと、100% こうですっていう話で、フラップがね2枚から1枚に変わってますよとかはね、それは見てわかるんで 100% ですけど、それ以外の妄想の部分っていうのはね、あんまりこう 100% ですと言い切ることができなかったり、ただ、そんな妄想をすることこそが服を思う楽しい時間なんですよ。染みますね。じゃあなんでサードタイプはたった5年で終わったのか、ここ重要な気がしません？そんなことわかります？まあ分かっちゃうんですよ。妄想です。これ1968年、何が起きたと思います？ 1968年ベトナム戦争があって、こうヒッピーが大暴れしてた時代ですよね。この前のビッグイの時と同じ時期ですよね、これ。それもあるんですけど、最初に言いましたよね。歴史の話じゃなくて？そう、リーバイスにとってはオレンジタブの登場だと。リーバイスの話です。そう、リーバイスの話。オレンジタブ聞いたことありますよ。タブがオレンジのやつですよね。そう、タブがオレンジのやつ。それまでのリーバイスっていうのは赤タブだったんですけど、1968年にオレンジタブっていう新しいラインが登場してて、これが何を意味するのかっていうと、効率化された生産ラインの確率なんです。ラインが違う。同じラインで縫いましょうじゃなくて、もっと効率が上がるようにライン組みを変える、そういうことがね起きてるんです。そういうことがあるんですね。工場のこう機械がこう一気に変わって、なんか新しくなったっていう、そういうことですね。なんか僕オレンジタブって言ったら、ファッションシリーズみたいな、そういう印象。若者向けの安価なラインだったみたいな説もありますから、そういう要素ってね、あるし、その解釈も合ってると思いますね。赤タブがなくなるわけじゃないんでね、赤タブ消えてオレンジになりましたってことじゃなくて、確かに、そういうことじゃないんで、オレンジタブが改革の大きなポイントなんですってさっき言った表現っていうのは、正直言うとちょっと大げさなんですけど、この頃っていうのは赤タブも、ビッグイの後期型とか、66後期66前期みたいな量産型としての完成がそっちも見えてくる時期なんですよ。つまりオレンジタブってさっき表現しましたけど、それは量産型ですよっていう表現であり、量産型の完成形が見えてきているという大きな変革の時期だということが言えると思うんですよ。表現がねちょっと難しいんですけど、じゃあ何が大きな変化なのかというと、極端に言えば、それまでっていうのは、職人さんが腕で調整したりとか、人間がミシンに合わせるっていう服作りから、機械の進化、設備の進化によって誰がやってもある程度同じ状態になるっていう機械が調整してくれる服作りへ、そういう進化の期間だったと言えるんじゃないかなと思ってます。なるほどですね。このサード557っていうのは、人間が機械に合わせて調整する時代の最後のGじゃんっていうことになるんですかね。そうですね。今回の話で言えば、そういう解釈もできるよってことになるかなと思います。やっぱ1962年に始まって1967年に最後の
微調整が行われて、70505っていうフォース型が無事に完成したという感じですよね。でその移行期間の中フラップが1枚になったり、アームホールがロックになったりとか変化していったってことですね。なのでサード型って完成形じゃなくて助走なんじゃないかっていう表現をね最初にさせてもらいました。大量生産に向けてどんどん試行錯誤してた時期だから前期型と後期型では結構仕様が変わってくると。はあ、でもなんかこれまでちょっと話いろいろ聞いてきて、僕の中でだいぶガラリと変わりましたね。本当ですか？はい、もうなんかこのサードタイプもう見た目しかわからなかったじゃないですか。だからもうここで G ジャン、今の形、完成って感じだったと思ってましたね。なるほど。でこの後期型で1968年で完成形になるって思ったらいいですか？フォースになって完成でイメージでさっきまで話してたんですけど、見た目ほとんど同じですからね。だからサードが完成ってグリさんのその感覚で間違いはない、合ってると僕は思います。ロック始末を受け入れつつ効率優先大量生産、サードはカットする時代感っていうのがより濃い時代なんですよ。なんかかっこいい言葉ですね。こうサードタイプを深く観測してこう見えてくるもの、そのカットする時代っていうのがこう名残としてあるっていうことです。そう隠し感抜き止めとかね、全部ねこう意味があって当時に思考を巡らせられる仕様なんです。でもそれがサードこの後期型以降はね薄れていくというふうに僕は思ってます。でもねやっぱそれ聞いてくると、これまさに最後のヴィンテージの G ジャンなんじゃないかってちょっと感じますね。そうかもしれないですね。境目っていうのは正直人によってこうどこからがヴィンテージ、どこまでがヴィンテージ、いろいろあるんですけど、僕にとってはヴィンテージって呼べる時代のこう幅っていうのはこう広がっていかないんです。この経過した年数で、いや何年前のやつはヴィンテージとかそういう感覚で見てるんじゃなくて、そこにあるここにあるものづくりを見て、ヴィンテージだって僕は感覚を持つんで、結果としてねこの5年間がリバイスの歴史の中で、めちゃくちゃ重要な時期だったんじゃないかなって思うんですよ。僕のヴィンテージっていう視点で見るとね、結局ね何が分かったかっていうと見えない部分への敬意なんですよ。見えない部分の敬意？給食のおばちゃんとか。いや給食のおばちゃんは赤が見えるとこにいるでしょ。給食室に。給食室いましたね。でしょ。だから農家がとかいうのはまだ分かるけどねただ、その敬意みたいな意味では合ってる。隠し缶抜き止めとか襟付け止まりの缶抜き止めとか、地縫いなしの折り込みとか、全部表からは見えない部分じゃない。確かにほどいて見えないところもあったっていうところですよね。でも当時の人はそこに缶抜き止めを入れたり、数ミリのズレをね熟練の手加減でねじ伏せたりとかしてたんですよ。なんででしょうか？縫い子さんがやっぱりこう丁寧に作ったら時間かかるじゃないですか。そうかもしれない。やっぱ時給なんでこう就労時間を伸ばしてこう給料をアップさせたっていうことです。セルフ自分の都合で引き伸ばしたと。そうですそうです。なわけ。当時のアメリカの縫製工場って出来高制だった。それが基本だったんですよ。じゃあ違うな。だらだら縫ってたらもうクビになるか稼げないかどっちかですよ。だからね僕はこう思うんですよ。これだいぶ美化した言い方しますけど、こうプライドと売り上げをかけた企画の現場と効率を追いかける縫製の現場、この2つの掛け合わせが結果としてほつれないようにとか、買いやすいお値段でとか長持ちするようにっていう着る人への配慮にも結果としてなっていると。アメリカ人そんなに丁寧ですかね？いや失礼ですよ。丁寧ですよ丁寧な人は。すいませんトランプ大統領ごめんなさい。いやでも見えないところでも手を抜かない、いやまさに職人ですね。そう、でもそう言うと、少しね、大げさな部分もあるんですけどね、ビジネスとしての生産効率とか堅牢性という製品へのプライド、結果それらの試行錯誤の繰り返しによってフラップは1枚になり仮止めは缶抜き止めになりアームホールはロックになると。確かに効率的にはなったけど人間が手加減で合わせるこう工夫みたいな部分は、やっぱり少しずつ削られていったと。でもそれってこう昔は良かったなとかそういう話にならないです？いやそうじゃないんですよ。僕が言いたいのは、どっちがいい、悪い、こっちいいこっち悪いとかそういう話じゃなくて、なんでそう変わったのかなって考えることって面白いでしょってことなんですよ。結果ではなくてプロセスに注目するってことですよね。そうこれに関してはね、まさになんか子育てと一緒のようなことですよね。子育て、確かにそういう側面はあるかもしれない、ちゃんと家庭を見てあげるってね、子育てはね、頭では分かっちゃいるんですけどね、感情が先に出て
結果ばっか見ちゃう時もあるんですよ。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。で、なぜフラップを1枚にしたのか、みたいな、これまで見てきたことって、その一つ一つに、当時の設計者の選択があったわけですよ。選択ですね。そういうのを考えるっていうことが、服のもう一つ楽しみ方っていうことですよね。そうなんです。当時の人が何を考えていたのか、みたいな妄想することが楽しくないですかと。見えない部分にこそ、その人の思考が詰まってるような気がしてて、これって、当時のものづくりって今表現をしましたけど、今のものづくりだって同じだと思うんですよ。その作った本人にしか、内側に対する思いとか、その細かな部分ってわからなかったりはすると思うんですけど、ちょっと中覗くことで想像してみたりとかっていうのもね、今のものづくりでも同じかなと思います。はい。いや、なんか頭の中はね、こうばらして見えるもんじゃないですからね。でもイカさんにとってそういう妄想っていうのは、当時の開発者、この設計者っていう人とのこう対話、そういうことでもあるんですね。一方的にね、僕からの。いやね、中の話妄想する。好きなドキュメンタリー映画あるんんですよ。映画好きですもんね。ホドロスキーのデューンっていうやつで。ホドロスキーのデューン。はい。砂の惑星の映画化しようとして、その当時のデューンは未完成で終わったんですけど、コンテとかいろいろこうキャラクターのデザイナーとか、いっぱいもう企画は進んでたんですけど、結局未完成に終わったんです。それがその絵コンテとか衣装デザインとかを振り返る中でどんな映画になってたのかっていうのを妄想するっていうのがその作品なんですよ。ホドロフスキーはどうなったんですか？死んでる？ホドロフスキーは多分まだ生きてたと思うんですけど、ホドロフスキーが作ってるわけじゃない、企画がポシャったんです。でホドロフスキーじゃない人が作ってる。そうです。違う監督。デューンっていうのを作りたかったんだけど、いろいろなんかこうトラブルに見舞われて。なるほどね、面白そう、確かに。でもね、2021年にドゥニヌブドゥーム、ドゥニムドゥーム言えてるか、ドゥミヌブドゥーム監督が映画化してくれたんで。それ待って迷子。それはドキュメンタリーとは別。別です。デューンっていう作品が単体で、ドゥニヌブドゥームが妄想して完成させたと。いや、そこは関係ないです。そこ関係ないです。影響はあったとは言ってるんで、でもその監督の作品で。じゃあ別と思ってみたいですね。新たに立ち上げられる。僕どっち見たらいいですか？どっちもです。どっちも了解です。ちょっと見てみようかな。新しいの見た方が、でもそれは楽しいですよ。楽しい方がいいですね。今続いてるんで、次回作もあるんで。じゃあ終わってから見ようかな。すごい楽しみなんで。一気見します。一気見しなくても大丈夫です。一個ずつでいい。ネットフリックスで見てください。ちょっと見てみます。ありがとうございます。でもね、ちょっと迷子になりましたけど、言いたいことはなんとなくわかりますよ。すいません。作り手の思考を読み取るみたいな、そのドキュメンタリーのね、その感じ。そういう姿勢は、僕がやりたい、面白いよねって思ってること一緒かもしれないなと思います。この服をね、作った人、縫った人、考えた人、その人たちの見えない配慮を、僕は見せてもらってるんだなっていうね、配慮とか、思い、そういうことですよね。いやー、なんかいろいろこう話聞いてきていいですね、やっぱり。なんかヴィンテージって今資産価値がどうのとか、そういう話題も結構増えてきてるじゃないですか。それだけじゃないですね。でもやっぱこの作品としてすごくこう面白いっていう、そういう感じがしますね。いや、作品、いい表現しますね。現在にね、服を作る僕もね、一人の人として、今は何回も言っちゃってますけど、着て楽しむこと以外のこう服との触れ合い、こういう楽しみ方もあるんだよってことをね、伝えていきたいと思ってる。だから今日冒頭に喋りましたけど、隠しの缶抜き止めが実は中見たら入ってるんだよとか、もし皆さんもね、お手持ちのサード型の G ジャンがあったらね、俺のどうなってんだろうって見てくれたら僕の勝ちですよ。これ見ますよね、多分。ぜひ見てほしい。見ます。このレプリカブランド入ってねえわとか、やっぱ当時の入ってるとか、そういうなんかね、そこにそれ入ってないからダメってことじゃないんですよ。イカさんがそれ言うとね、ちょっと角が入ってないからダメってことではなくて、それをしなくてもやれる人たちなんだという見方もある。だってそれやることによって工程が増えるんで、コストは上がるわけですから。そこには判断が、決断が、そうですね。今のビジネスとしての判断、そういうのもついてきます。ごくごく稀に気づいてねやつもいると思いますけど、それも含め、きっとこの人たちこうだなって妄想してほしい。それも楽しいよっていう感じです。はい、というわけで、なぜそう変わったのかを考える557サードタイプの5年間
ということで、はい、今回はちょっとそろそろ締めさせていただこうかなと思います。締めに、はい、締めに入っちゃいますか。まだまだ細かい話がたくさんあるんですよ。またですね、本編でもさらっと触れた裾タブの折り込みのラッパがとか、襟付け止まりの缶抜き止めがとか、触れてもいない襟の縫い重ねの位置はここなんですよとか、はい、今日はちょっとここでお腹がいっぱいです。次回の話をちょっともしたいんで、じゃあこの557の流れで70505とかどうです？ 557 の話、続けていいんですね。それであれば70505と70500がどう違うのかとか、今日話せなかった隠し缶抜き止めが右と左で、この内側外側位置が違うのはなんでなのかみたいな話をしても面白いんですけど、それまたすげえマニアックな話になっちゃいますけど、やっていいんですか？それまた今度でディレクターズカット版とかそういうのができれば特典映像でやります。予定はないですけど。わかりました。やっぱり次はね、どうですか、ファーストでしょ。ファースト、G ジャン。ファースト型。G ジャン。確かにね、ウォードファースト型、なんなら G ジャンの話するのにサード型から入るんかい。確かに。とこですもんね。ちょっと戻って、いいですね。ファーストいきますか。それで進めましょう。そうですね。はい。いいと思います。じゃあ次はファーストっていうことで。はい、行きましょう。今回は。はい。これでお開きということで、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。